はい、増田です。こんにちは。今日はですね、冒険起業家上田久さんのお話を伺おうと思って、芸北のゾウさんカフェに来ています。上田さんはゾウさんカフェっていうくらいだからゾウさんとは縁があると思うんですけども、はい、スリランカでのこの一連の冒険話を、ゾウのうんちが世界を変えるという本でねなさってて、これものすごく面白い本だから皆さんぜひ読んでください。で今日は上田さんの冒険話の一部を伺いたいと思います。そもそも、今ここ広島の北の端の、芸北というところにいるんですけども、はい、こちらには移ってこられたわけで、もともとはご出身どちらでしたっけ？出身は生まれたのは岐阜なんですけど、ただ両親が広島だったんですよ。ああ、そうか。はい。で両親が駆け落ちして岐阜に行ったんですよ。駆け落ちが生まれたもんですから。だからルーツは広島なんですよ。ああ、なるほど。はい。そういうことでじゃあ戻ってきたと。そうですね。空き家があったもんですから、もう祖父母の空き家があって、で僕は田舎暮らしの拠点探してる時に、その拠点探しの重要なポイントとして、活断層がないと。それで物流が止まっても自給できるところ。で津波が来ないと。来ないね、ここは。でそういう安全保障上の理由で、いろんなところを見て回ってたんですよ。ここ一等地なんですよ。確かにね。で夏にちょっとチェックしにね、夏休みに、子供たちが休みの時にね、来たんですね。涼しい、だからエアコンもいらないからいいなと思って、ここにしようってそれで決めたんです。なるほど。ただ子供の転校手続きとかいろいろかかったんで、全部が終わったのが12月です。で来たり大雪で話が違うじゃないですか。大変だったです。でも誰も雪降らないって言ってないでしょ。もううかつでしたね。リサーチ不足。でもここに来る前は東京で事務所をね持ってない。そうですね。もともと岐阜にいて、ちょっと親の関係で親がちょっとなんか、ある宗教にはまってですねそれで洗脳みたいになって、でそれが解けてすぐ解けたんですよ。でももうちょっと言いづらいなっていうふうになって、で隣町にこう移ったんです。仕事は隣だから近いんですよ。でそこで高校卒業までいたんですけど、その後に僕オーストラリアに行ったんですね、留学っていう形で。3年ぐらいいた後、そのオーストラリアから直接東京に行って、それで今の会社起業した。なるほどね。はい。だから都会暮らしがある程度長くて、でこちらに移られてきてということで。そうですね。かれこれだから1997年に会社を作って、それから2011年まで東京にいました。東京に来た頃に私は知り合ったんですけど、いろいろなことをやっておられて、一時期あれですよね、芝生売ってたりもしましたよね。そうですね。はい。いろいろやって。で、スリランカに行っておられて、で戻ってこられて、でお会いしてみたいな。でそれで話を聞くと、スリランカ何しに行ったんですかっていうと、ゾウのね、ゾウのための施設を作ったり、工場を作ったり、工場っていうのはゾウのうんちで紙を作るっていう、そういう不思議な話を。増田先生も僕の失敗をほとんど知ってますから失敗じゃないです。ほとんど失敗のヒストリーですよでそのゾウのうんちの紙を作りに行くのにお金が必要だからっていうので魚河岸で働いてたんですよね。そうですね。最初実は97年に起業して、その時の会社のそのビジネスは中古の印刷機の輸出量だったんです。でそれが1台300万ぐらいして、僕ちょうどその時300万しか持ってなかったんです。1台を買い付けて、そしてバングラデシュとかに売り飛ばしたんですよ。100万ぐらい乗せて、で400万で売ると。
そして400万がバングラデシュから入金されるまで、だいたいスパンが 1ヶ月ぐらいなんです、はい、自分の300万円が返ってくるまで1ヶ月何もできないでしょ、でそのキャッシュフローがあまりにも悪いから、ちょっと資本金増やそうとして、で夜は魚河岸で働きます、こうやってターレル、で松田先生のところにたまに魚持ってったりそうなんですね、何しろね、これで311年、2011年ですよね、地震があって、でうちの事務所ももう本棚倒れになって、何よりも目の前のコンビニの水から何か全部なくなって、全部空になりましたね。でどうしようかこれでスタッフみんな家帰れないんで事務所にいたんですけども、どうしようか今晩食うものない、前の日にですねカツオ1尾持ってきて差し入れてくれたんですよ。ですねあいっつって魚河岸からの帰りだったらしいんだけど、それもらってこれどうしようとでしょうがないからぶった切って冷蔵庫にずっと思い出してあれがあるっつってそれ引っ張り出してきて、でガスボンベで持ってそれを焼いたんでね、でもなんか魚おろしとかないんだけどむちゃくちゃおろしてで周り通る人が外で焼いたんですか？外じゃない中なんで煙出すためにドア開けっぱなしでしょ、3月寒いんだけど、みんなねなんだろうって隣が文化放送ですね。そうそこでカツオ焼いてた。すっごいもうね思い出ですよね、腹いっぱい食いましたけどまあそんなこともあって、でその増産ペーパーを作られて日本に持ってこられて、で動物園で売られたんですよね。はい、そうです。で結構売れたらしくて、これは増産ペーパーですけど独特の風合いがある。で大体その象のうんちで紙ができるっていう話ですけども、象さんはあまり消化が強くなくていい具合にこう繊維が残ったまんまうんちの中に紙ができるんですね。胃腸が弱いんですよね、象。胃腸がね、だから150キロぐらい1日食べて、でもほとんど水と一緒に出しちゃう、だから繊維がうまく残ってるんですけど、牛とかだと何回もよく噛むでしょ、だからほとんど残らないので、象の繊維はすごい紙には適してると思います、パルプ状態で出てくるというね、でそれがまあ日本でこう売られていくわけですけども、その売り上げはやっぱりまたスリランカに戻されてで再投資されてみたいなことをなさったんですか？そうですね、それもありますし、でも僕は設備投資で大きくしていきたかったので、結局ね雇用を作るっていうことにすごい執着があったんですね。もともと今やってる他のビジネスも含めて自然素材でできるだけ手作りのもの、伝統的な製法の商品が、さっきの屋上緑化もそうですし、そういう雇用が一人でも多く増えるようなビジネスにしていくっていうのがビジネスの目的だったもんですから、要は儲かったらその数%をこう寄付するとかだと、儲からないと止まっちゃうでしょ、それよりもよりサステナブルなその生活基盤自体が続けば、それが安定すればですね、同時に象の保護にもなるとか、当時内戦中でしたから、戦争に兵隊としてね、家族を助けるために行かなくちゃいけないみたいな人が結構いたので、この人もうちで雇用できれば戦地行かなくてもよかったのになみたいな人が、結構近所のお兄ちゃんとかそういうのも出て行ったりとかしてたもんですから、できるだけもう雇用しようっていうので、そこにちょっと執着があって、ですので儲かって寄付的なビジネスモデルから一人でも多くその分だけでも雇用しようっていうふうに考え方が変わっていきましたね。なるほど、そのあたりがやはり事業家なんですよね。その過程で私何度かお会いするんですけども、考えてみるとですね、その頃からこういう格好しててですねでスリランカとは全く意味がないような独特の、姿なんですけど、これは何かこだわりがあるんですか？もともとこれ僕の商品なんですよね。
やっぱりね自分で着る服を自分で手がけるっていうのが、やってみたいなずっと前から思ってて、それでやり始めたんですけどなかなかうまくいかなくて、これも次のモデルにまたチェンジするんですけど、人のブランドを着るこれもそうですけど、なんで他社の宣伝しなくちゃいけないのっていう感覚があって、で食べ物もそうですし、できるだけ自分で作ってで自分で売って、で自前で何でもやろうっていうのの一環で衣食住何でもビジネスしてやろうみたいなところからですかね。でもインディ・ジョーンズなんでしょ。そうですね、そこはね僕の趣味ですね。ああ趣味なんだ。はい、お好きなんですか。映画自体が好きで、でビジネス全体に言えるんですけど、映画のこのシーンをちょっと商売にしたいなとか、そういう感覚でいろいろやっていて、で服に関してはインディ・ジョーンズの、この、常に同じジャケットを着て、いろいろあちこち行くみたいな男のロマンみたいな、そういう感覚だったもんですから。今日も一日ご一緒すると芸北では知らない人がいない。そうですね。だからこれ着てるとあいつがこううろついてるなっていうのはすぐ分かる。そういうことですね。いや面白い。でそうこうしてるうちにこの本を書かれるんですけども、これ書いただけじゃなくて実は出版社を起こしちゃったんですよね。そうですね。もう逆にですね、僕は自分で作って自分で売るっていう。